皆さん、こんにちは。バイオリニストの小川京子です。今回私はポーランド音楽出版社が行っているショパンの国の音楽というプロジェクトに参加するため、ポーランドの都市クラクフにやってきました。このプロジェクトはポーランド作曲家の作品の中から教育的にすごく適しているものをご紹介するというものです。さて、私が最初に弾いた作品、なんだか分かった方、もういらっしゃいますか？この作品は、ヴィリニャフスキー作曲のカプリースワルツという作品です。ご存知の通り、ヴィニャフスキーはポーランドの作曲家で、1835年生まれ、バイオリニストとして大変活躍した人物です。彼は、バイオリンの超絶技巧の作品をたくさん作曲しまして、2つのバイオリンコンチェルト、そして華麗なるポロネーズ、あとはスケルツォタランテラなど、バイオリンの超絶技巧を見せる作品がたくさんあります。また、若い演奏家が超絶技巧を学ぶ上で避けては通れない作曲家でもありまして、いろんな作品を通して、超絶技巧を学んでいくことができます。このカプリースワルツという作品は、ヴィニャスキーの作品の中では難易度としては少し難しすぎない作品となっているので、初めてヴィニャスキーを取り組むという方にも最適なんではないかなっていうふうに思います。それでは少し曲の方に移りたいと思います。最初、先ほど弾いた助走の部分は、ピアノが美しいメロディーを奏でている中、バイオリンが意を唱えるように、すごく激しくアッパッショナータに出てきますので、すごく力強くアクセントをしっかりつけて演奏しましょう。それでは、次の部分に参ります。少し最初の部分を演奏してから解説したいと思います。この最初の部分は、ピアノが奏でるワルツのリズムに乗って、すごくカプリチオーソな部分の、カプリチオーソのテーマを奏でます。この最初に出てくる、こちらの部分は、フラジオレットを同じ弦でやるので、指を上げて取るのではなくて、このようにスライドして取りましょう。また、16分9符がありますので、16分9符には、弓を上げて、この9符を出すようにします。こうすることで、バレエダンサーがジャンプしているような軽やかな様子を表現することができます。また、35小節目には、この最初に弾いていた A ドアからフィスモールに転調して少しアパッショナートの雰囲気になりますので、しっかり情熱を持って演奏すると曲奏が変わってとても素敵になると思います。それでは次のパートに行きます。次は63小節目から始まるトリルがついたパートになります。それでは一度演奏してみます。この部分ですね、少し難しいかなって思うんですけれども、練習方法としては、このトリルを一つから入れていくという練習方法をお勧めします。例えばこのようにです。
このように練習して弾けるようになった後に、2つ、そして、こうどんどんこうトリルの音を増やして、トリルをしっかりと聴かせられるようになるように練習しましょう。それでは次のパートに行きたいと思います。次はプレストのパートになります。これぞバイオリンの超絶技巧という感じですね。これはワンボースタッカートといって、一つの弓の中でたくさんのスタッカートをやります。これは本当に難しくて、練習が必要なんですけれども、私のおすすめの練習法としては、まずは4つからやっていきます。例えば、そして次は倍に行きます。その倍。このようにどんどん増やしていってできるように練習しましょう。また、これをやるときは、この弓を持つ、この小指を軽くしまして、少しもう上げてもいいぐらいですね。で、どっちかというと、この人差し指の方に指を寝かしてやるとうまくいくことが多いです。また、この弦に対して平行ではなく少し斜めにすることでうまくいくこともあります。このテクニックはとても難しいので、1日ってすぐにできるようにはならないんですけれども、さっきやったこのどんどん多くしていく方法を毎日朝練習していくとどんどんできるようになると思います。それでは次のパートに行きたいと思います。次はいろんな転調を激しく繰り返して曲の中で一番クライマックスになる場所です。この部分ですね。この部分は転調を繰り返すごとにどんどん激しくなっていくので、このピックアップ、アウフタクトのこのアウフタクトを使ってどんどんクレッシェンドしていくようにするととてもうまくいくと思います。また、この120小節目のオクターブで上がっていく。これも超絶技巧の一つですけれども、これを練習するのは、まず最初オクターブで練習。この後に分ける。このように練習していくとうまくいきます。最初はとても難しいと思うので、ゆっくりから練習しましょう。また最後の音を弾くときは、この一番オクターブの下の指は外してやることによってビブラートがしっかりかかるようになると思います。それではこの曲の真ん中の部分、ワルツのテンポという部分を取り上げます。一度演奏してみます。こちらの部分ではピッチカートとアルコをすぐに引き分けなければいけないという問題がありまして、そのためにはこの弓を持っている人差し指をリラックスさせることですぐにピッチカートに移動することができます。このようにこの指をすごくリラックスさせて
演奏すると良いと思います。それでは、このテンポの、ワルツのテンポの部分の最後のクライマックスの部分を一度演奏してみます。この部分もとても難しいと思うんですけれども、これは、この跳躍をこういうふうにスライドで練習して、感覚を覚えてから、このように取るようになると演奏できるようになると思います。またこの部分はとてもバイオリンの技術を見せる部分なので、テンポ通りではなく、先ほど私が弾いたようにどんどん速くかっこよく演奏するととても効果的になると思います。この作品は超絶技巧を見せるものでありながらも、その中でとても軽いワルツのリズムを見せて、あたかも難しく弾いてないように聴かせるっていうのがとても大切だと思います。今、バイオリンを勉強している若い方々にぜひ取り上げてほしい作品の一つです。